皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はトヨタの新型ハリアーをご紹介していきたいと思います。実は1年前にも新型ハリアーをご紹介したことがあるんですが、今回は内外装を通した私らしさ全開の動画にリニューアルしてみたので、ぜひ最後まで楽しく見ていただけると嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介するグレードはハイブリッドの Z レザーパッケージという最上級モデルとなります。全長 4740mm、 全幅 1855mm、 全高 1660mm、 燃費は WLTC モードで 22.3kg です。この新型ハリアーは今回が4代目のモデルになるんですが、過去最高の売れ行きに納期も長めと、発売から1年以上経っているとは思えない人気ぶり。これはもはやアイドル的 SUV ですよね。街中を見てもひときわ異彩を放つ存在感に、これは正直待ってでも欲しくなるような素晴らしい内外装に仕上がっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この全てを見透かしたかのような貫禄をも感じるヘッドライトに2種類のブラックグリルといい、とても高級感とスポーティー要素を感じるかっこいいフロントマスクとなっています。特にここの2本の L 字の部分が特徴的で、まるで獲物を捕らえようとする鋭い目力、とても生命力を感じます。またボンネットに描かれたプレスラインとここのメッキラインが相まって、さらに美しさを感じられます。そしてここには先代まで存在していた鷹のエンブレムがなくなり、完全になくなったというわけではなく、実は室内にもその意思はしっかり受け継がれ、こういう形で表現するセンスもすごくおしゃれですよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、デイライト機能付きのフル LED 仕様となっています。この新型ハリアーはアダプティブハイビームというハイビームをしたままでも先行車や対向車を避けて点灯するハイテクな機能も搭載されていて、ただ鋭い眼差しというだけではなく能力も高いとなるともう言うことはないですよね。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じでロングノーズにクーペスタイル、大型アルミホイールといい、とても美しい要素を兼ね備えたかっこいいサイドフォルムとなっています。ウィンドウ部分は後方に行くにつれて細く鋭く絞られ、またここのくっきりとデザインされたプレスラインが突き抜けることで、より全体が伸びやかに見えエレガントさも感じられます。また特にここのテールランプの尖った造形から内側に巻き込むようなスポーティーなスタイルが私はすごく素敵だなと思っていて、このルーフスポイラーを軸にジグザグとデザインされた造形、ほんとセンスが感じられます。タイヤは19インチです。この高輝度塗装されたホイールもとてもかっこいいですよね。給油口は左側についています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで安定感のある台形フォルムに薄型の一文字のリアコンビネーションといい、とても未来感が漂うかっこいいリアスタイルになっています。ここのハイマウントストップランプは Z グレード以上からロングタイプのものが採用され、点灯しなくても感じるこのカスタム要素、さらに高級感が際立っていますよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、こちらも全てフル LED 仕様となっています。この一文字のリアコンビネーションもほんとすごく薄いものが採用され、ハイマウントのストップランプといい、どこを見ても美しさを感じる都会的デザイン、これは人気があるのも納得ですよね。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じでブラックを基調としたとても質感の高さを感じる大人っぽいデザインとなっています。この新型ハリアーはほとんどの部分がソフトパッドを採用するなど、デザインや先進装備と乗っているだけで自分自身を高めてくれるような素晴らしい内装に仕上がっているので、詳しくその全貌を見ていきましょう。まずフロント中央には 12.3 インチの大型ディスプレイが搭載されています。このディスプレイは Z グレード以上から標準装備になっていて、ナビや他の操作が一緒にできる2画面タイプとなっています。またこのナビには JBL プレミアムサウンドシステムという9つのスピーカーが内蔵され、この新型ハリアー専用にチューニングが施された専用装備となっています。中央にはハザードボタン、
その下にはエアコンの吹き出し口とエアコンの操作パネルが設置され、ピアノブラックにミッキラインととても高級感強めのかっこいいデザインとなっています。ここにはなんとエアコンの操作ボタンかと思いきや、ディスプレイ用の操作ボタンが配置され、英語でなじませることで自然とおしゃれにまとまっていて、こういう美しさ優先の考えもすごく素敵ですよね。そしてその奥には照明付きの USB ポートが2口と、ここにはちょっとした小物置きがついています。ここは見やすいようにブルーのダウンライトが設置され、ここのサイドの部分もそうですが、この間接照明のように光を使うセンスの良さ、本当に雰囲気を大事にしているのがすごく伝わってきます。さらにその手前には電動パーキングブレーキとオートホールドのボタンも装備され、ここにはドライブモードの切り替えスイッチがついています。中央には本革巻きのシフトレバーが備わり、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。こういう駐車の場面でもディスプレイの大きさは安心感につながりますし、またこのシフトレバーの操作性と高級感といい、駐車している瞬間にもいい車に乗っているなぁと感じるのは本当素晴らしいですよね。さらにその後方にはドリンクホルダーが設置され、こういう私もよく飲むショートサイズのカップ類を置くときには、ここにあるパーツを入れることで最適な高さを確保することもでき、いつどんなシチュエーションでも美しさを最優先にした美意識は本当ストイックで見習いたい感覚だなと感じました。夜にはダウンライトで照らされ、このどこまでもイメージを壊さない世界観、これは本当素敵ですよね。そしてその後方にはシートヒーターと、なんとシートベンチレーションというシートを涼しくしてくれる画期的な機能も備わり、それぞれ3段階で調整することができます。さらにその後ろには前後スライド可能な大型のアームレストが備わり、一番前にして使用した場合、先ほどご紹介したシートヒーターのボタンなどは少し操作がしにくくなりますが、そういう時にディスプレイでも操作できるというのはすごくよくできたチームプレーだなと感じました。そしてアームレストの中は底が肝仕上げになった収納空間になっていて、深さも十分にあり、ここにはアクセサリーソケットが一口ついています。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、グリップも厚みがあり、とても操作性が良さそうです。ハンドルの左側でメーター内のディスプレイ操作などができ、右側はクルーズコントロール関係のボタンとなっています。ハンドルの位置は電動で調整することができ、前後上下に大きく調整することができます。エンジンスタートスイッチは運転席の左側についていて、エンジンを始動するとこのように動き出します。メーターは2眼タイプになっていて、ブルーのデザインがシンプルながらも先進性を感じさせてくれます。また Z グレード以上にはカラーのヘッドアップディスプレイも装備され、私は結構使う派ですが、文字の大きさやデザイン、情報量も多く、想像以上に使いやすいなと感じました。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じで、今回はレザーパッケージということもあり、もちろん本革シートとなっています。シートに座った感じは程よい硬さも感じられ、快適な印象です。シート調整は運転席助手席ともに電動で調整することができ、運転席のみ腰が当たる部分を調整できるランバーサポートもついています。またこのレザーパッケージのみになるんですが、エンジンを切ると自動でシートが後ろに下がり、降りやすいようにアシストしてくれるなど、こういうちょっとしたおもてなし要素が実はかなり心地よさを感じる部分だったりしますよね。それでは次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じで、こちらも内装色同様ブラックを基調としたとてもシンプルでいて大人っぽい、そんなデザインとなっています。ここには先ほどもお話ししたハリアーを象徴する鷹のデザインも描かれ、1枚のアート感もすごく素敵ですよね。シートメモリーのボタンもここに2人分ついていて、その周りのステッチやソフトパッドが上質さを感じます。ドアを閉めた音は重厚感のある音となっています。運転席の足元にはハリアーのロゴ入りプレートが備わり、なんとブルーのイルミネーション機能がつくなど、夜ドアを開けた瞬間にも気分を上げてくれる演出力は本当よく考えられているなと感じました。そして私が一番ときめいた瞬間が実はあって、夜鍵を持って車に近づくと足元に鷹のデザインが綺麗に映し出され、
これはもう皆さんロマンチックすぎますよね。そして運転席右側にはエアコンの吹き出し口とパワーバックドアのスイッチ、ステアリングヒーターのボタンなどがついています。足元には柔らかい光を放ったブルーのダウンライトが照らされ、少し分かりづらいかもしれませんが、実はドアハンドルの部分や助手席前にもアンビエントライトが備わるなど、これは本当夜の試乗会を開催してほしいほど素晴らしい世界観が広がっています。アクセルペダルは安全性と美しさを兼ね備えたオルガン式になっています。そしてフロント上部にはリアカメラの映像と切り替えができるデジタルインナーミラーが標準装備され、なんと前後の録画機能付きとなっています。またここにはヘルプネットのボタンもついているので、事故や急病時はもちろんですが、煽り運転に遭っているその瞬間にも対応してくれるので、このダブルの安全対策はとても安心感がありますよね。またルームランプはスポットライトのようなおしゃれなデザインになっていて、一見ライト類がないように見せる空間作りも本当に意識の高さを感じます。そしてサンバイザーは運転席助手席ともに鏡と照明がついていて、バイザーもふかふかで、やはりいい車なんだなというところがこういうところからも感じられますよね。それでは次に後席を見ていきましょう。後席はなんと後ろのドアハンドルからでも施錠を解錠ができる、ありそうでなかったとても機能的な作りとなっています。シートに座った感じもとても良く、足元空間頭上空間もとても広く、これはすごく快適です。また中央にはエアコンの吹き出し口と USB ポートも2口設置され、シートバックポケットも運転席側と助手席側と両方についているので、これはすごく機能的ですよね。またシートの真ん中にはドリンクホルダー付きのアームレストも備わり、シート調整もすることができるので、後席の同乗者ももう言うことはないですよね。ちなみにルームランプは前の席同様 LED 仕様となっていて、もちろんおしゃれなデザインもそうですが、後席の人が使いやすいように後ろ目に設置されているのも魅力的だなと感じました。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ドアを開けるときにはボタンでも足の出し入れでもキーでも開閉ができるようになっています。室内はこのような感じで車格以上のとても広い荷室空間となっています。ボードの下にはトレイがあったりと想像以上に収納スペースも広く、またここにはクッション代わりにもなりそうな吸音材がついていたりと、見た目だけではなく快適性もしっかり考えられたデザインは本当素敵だなと感じました。ここにはアクセントとしてステンレスのプレートや JBL のウーハー、もちろん LED の照明も備わり、もう皆さんここまで見てきてやっぱりハリアーって改めてすごいなって心が少しでも揺れ動いてきているのではないでしょうか。そしてさらに荷室空間を確保したいときはここのレバーを引いてと言いたかったのですが、これは残念ながら装備をされてなく、この車格からしたらあってもよかったんじゃないかなと思う反面、超都会派 SUV であるこの車のコストとバランスを考えると、まあなくてもいいのかなとも感じました。実際にシートを倒して横になってみましたが、段差のない綺麗なフラットシートも作ることができ、車中泊やたくさんの荷物を積むにももう十分すぎるほどの広さで、これは本当言うことがないなと感じました。いかがでしたか？本日はトヨタの新型ハリアーをご紹介しましたが、まさに優雅という文字がしっくりくるような、そんな素敵な内外装でしたよね。こういう SUV が欲しいというユーザー目線で誕生した1台でありながら、しっかりとハリアーというブランドを感じることもでき、このどこを見ても死角がない世界観は、これは売れて当然だなと誰もが納得できる、本当魅力に包まれたような1台だなと感じました。実際にこちらの新型ハリアーに乗られている方の感想や試乗された方の感想、また動画の感想などぜひコメントに書き込んでいってくださると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンも押していただけると動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ピッとなったらお話しください。明日の東京の天気は？
回線が混み合っている等によりそういうことね。情報を取得できませんでした。すいません。しばらく待ってから再度操作してください。ご用件をお話しください。明日の東京の天気は？認識できませんでした。嘘。明日の東京の天気は？認識できませんでした。最初に戻る発話リストとお話しいただくと各機能のコマンドをご確認いただく。ピッと鳴ったらお話しください。明日の東京の天気は？10月17日の東京周辺の天気です。雨のち曇り、最高気温は19度、最低気温は17度、0時から6時までの降水確率は 50%。